行くぞ中国。これが1泊5000円、火鍋の食べ放題が1200円。カバン置き忘れても盗まれない。最後まで見てね。中国に向けて出発。まずは最南で乗り継ぎだ。広州と深センに行くよ。今回から中国旅行編スタートします。山東省最南乗り継ぎで1泊、広州に2泊、そして深センに2泊します。関空の駐車場の予約が取れず、対岸のコインパーキングに停めるつもりが、安いところは満車、空いてるところは駐車料金上限なしってことで、わずかに空車があった T2 に駐車。電車で来た方がいいですね。ここで訪中の際に必要となる事前準備をお伝えしておきます。まず携帯電話の回線。こちらは現在お使いの携帯キャリアにより価格やデータ容量等は変わりますが、ローミングで使用することは可能ですので、スマホのローミングを有効等の設定をオンにすればそのまま使えます。アハモの方は15日までなら実質無料で最大30ギガまでローミング利用可能です。アハモ以外をお使いで安く済ませたい方は、中国本土向けの eSIM がありますので、そちらの購入をおすすめします。次に最低限必要なスマホアプリ。最低でもこの4つのアプリが必須となります。アリペイと WeChat は共通する機能も多く、どっちかでよくないって思われるかもですが、このお店は WeChat でしか注文できないってこともよくあるので、両方インストールし、クレジットカードとの紐付けを行ってください。ディディは日本にもあるので説明不要ですね。ただし中国はライドシェアなので、タクシーではなく普通のお兄さんやおっさんが迎えに来ます。地図アプリは数種類あるので、自分が使いやすそうな地図で OK です。以前は全く使い物にならなかった Google マップも今回はある程度は使いました。以上のアプリがないと決済できないと済む可能性もあり、必ず用意してください。お釣りが用意されてないことが多く、現金は基本使えないと思う方が良いです。ちなみに撮影しているのは12月28日の午後2時前なのですが、かなり空いてますね。高市有事以降、中国の団体が減ってはいますが、昨年この時期に結構大量にいた東南アジア系の人たちが全くと言っていいほどいなくなってますね。到着ロビーもガラガラ。大丈夫かこの国マジで。今回は16時10分発の山東航空最南行きに乗ります。ちなみに最南経由広州行きで往復1人3万円でした。破格。全日空とのコードシェアなので、スターアライアンスゴールドのステータスが使えます。ただし今年から少し解約されており、ビジネスカウンターでのチェックインとファストレーンの使用は可能ですが、ラウンジが使えなくなりました。最近空いてるからほぼ意味のないファストレーン。ノーマルレーンも待ちゼロです。空港到着から15分で出国完了です。大昔は海外出張のたびにタバコ爆買いとかしてましたが、タバコやめてもう14年くらい免税店で買うものがなくなりました。お腹空いたのでとりあえず少し食べます。なんだかんだで2人で4000円超え。ラウンジ使えないのはやはり痛い。時間が余ってるのでクレジットカードラウンジへ。基本飲み物しかないので、プライオリティパスで同行者の追加料金が発生する場合は来ない方がいいと思います。搭乗が始まったのでゲートへ。ここももちろんステータスが使えます。ここでなぜかエラー。座席が航空会社都合で変更されてました。エコノミーが満席でという説明だったので、ビジネスにアップグレードと期待しましたが、
前方の少し足元が広い席に移動しただけでした。たまにあんねんけど、こういうの。変更のおかげで足元はゆったり。ステータスはこういうとこでも効果を発揮することがあります。山東省の省都済南まで約3時間。行ってきます。それにしても関空のこっちの滑走路ボロすぎないか。機内食の時間です。簡単な軽食のみで蒸しパンとクラッカー、そして牛乳。あとおつまみの落花生。前回チンタオ行きはご飯出たのにな。山東航空なのにチンタオビールじゃない。昔はチンタオビール搭載してなかったっけ。山東省済南市の夜景が見えてきました。山東省済南市に来るのは4回目ですが、この空港に降りるのは初めてかも。済南空港到着しました。中国では税関を通過する際、荷物をスキャナーにかけます。変なもの入れてるとここでバレますので注意。自動ドアが開いた瞬間、外がめっちゃ寒い。現在の気温0度。空港の外観はこんな感じ。多分関空よりでかいです。とりあえずライドシェアの乗り場に向かいます。しかしマジで寒い。乗り場に着いたのでリディで車を呼びます。ちなみにタクシーよりも安く、料金多めに請求されることもないのでDD 一択です。行く先にホテル名を入力。中国語のホテル名がわかる方が良いですが、英語名でもだいたい AI がどうにかしてくれます。ここで約1年前の未払い払えって怒られました。あるあるです。配車完了。あとは車が来るのを待つだけ。今回は安い車がなかったので高級版が来てしまいました。価格は 1.5 倍くらいになりますが、お水がもらえたり車のランクが一気に上がります。あとサービスもめっちゃ良くなる。ここからホテルまでは約10分くらい。トランジット向けのホテルが20軒ほどあります。同じ山東省でも青島は大都会になりましたが、済南はまだまだ田舎のイメージ。砂ぼこりが立ち上がる道路も久々です。ホテル到着。温かい生姜湯みたいなものでお出迎えしてくれた。最高。
ちなみにこのホテル1泊2名5000円朝食付き、コスパ良すぎる。しかも空港までの見送り付き。エレベーターに乗ろうとしたらウェルカムフルーツくれました。なんで今。本日のお部屋はこちらです。結構広いし何より綺麗。シャワーは少し弱めでした。ここだけが弱点。さっき取り忘れた外観はこんな感じ。ホテルの近所には何もありません。トランジットホテルが立ち並ぶ区域がありますが、そこからも少し離れてます。とりあえずご飯食べに市街地のショッピングモールへ。マンワンダモールに到着。中国で困ったらとりあえずワンダ广場、ワンシャンチャン、この2つのモールに行けばどうにかなります。今中国で大人気の野人先生、ちょっと高級なアイス屋さんらしい。このポップマートの販売機も今回あちこちで見ました。ラブコはなくね。みんな大好きミニゾー。ここ最近はキャラグッズ推しがすごい。ズートピアにクロミ、ちいかわとか日本のキャラがたくさん。サンリオオールスターズで並んでます。回転火鍋食べ放題のお店、昔からあるけど増えましたよね。こちらは約60元1200円で食べ放題でしたが、新鮮では800円のお店も見つけました。ここのお店だけなぜかめっちゃ混んでます。でもあるちゃう。寿司屋もありましたが、このおじさん大阪人なら見覚えあるよね。中国のいろんな地域の料理や火鍋、日本食、韓国料理の食べ放題もいろいろありすぎて悩む。とりあえず一番混んでた鍋食べ放題のお店に行ってみることに。あと30分しか食べる時間ないけどいいって言われましたが、30分あればどうにかなるだろうってことで入れてん。先にここでスープの味を選択。唐辛子、きのこ、トマトなどなど数種類。スープが決まったらお支払い。中国の火鍋屋さんには必ずあるセルフのタレ置き場。辛いのが苦手な方はきのこのスープを選んで、そのスープにオイスターソースと塩を少しつけながら食べると大体うまいです。回っているのは鍋の具材だけではなく、唐揚げとかポテト、果物も回ってます。種類多すぎ。中国の豚バラ肉は脂の部分も多くて安い肉でも美味しいです。
この後21時30分頃にそろそろ片付けるから欲しいのあれば取っといてって教えてくれたり、食べ終わって帰ろうとしたらせかして悪かったね、ちゃんと食べられたってめちゃくちゃパートのおばちゃんが優しく話しかけてくれました。正直山東省の内地の人って昔は言葉が荒い人が多く苦手だったのですが、今回で結構イメージ変わったかも。こちらこそありがとう、満腹だぞってぽっこりお腹見せたら笑われた。1階にはテスラモデル Y のロングも展示されててテンション上がった。隣に小さな歩行街があるので見に行きましょう。かわいい猫も売られてます。寒くないように湯たんぽ入れてラップで保温してますね。こちらにも子猫自家繁殖してるんでしょうか。ジーナンやっぱりちょっと時間が止まってるかも。あんなん上海とか多分できへん。こちらはよりローカル色強めで安くてうまそうなお店が並んでます。これも上海とかで見に行けるな。ゴミ箱ドンって置いてある。この店はついに日本にも進出してきましたね。大阪にもあります。これ明らかに空気きれいなんだけど、やっぱりではホテルに戻りましょう。現在は朝の5時半過ぎ、8時の飛行機に乗るため早起き。早朝便で朝ごはん食べられない人にはお弁当を作って持たせてくれます。肉まん2つとゆで卵が2つ、あと卵ケーキにヨーグルト、口の水分すべて持っていかれそうなセット。なんかめっちゃいろいろ入ってるんだけど、めっちゃいろいろ入ってる。少し霧が出てますね。やっぱりこの空港でかいですね。しかも綺麗。空港に入るのについにパスポートが必要になりました。荷物を預けチケットを受け取ります。そしてこの後大事件を起こしそうになります。早口で何言ってるか分かりません。なぜかこの時この場所に普段持ち歩いてるこのカバンを置き忘れます。自分が手ぶらなことに気づかずに手荷物検査へ向かいます。ここで並びながら気づきました。パソコン出すのめんどくさいな。あれ、カバンがない。自分の手から離れて約15分ありました。荷物預けたカウンターで確保されてた。財布に PC 入ってたのでマジで焦った。なぜか中国でよく物を置き忘れます。一度も盗まれたことはないので治安は良いです。国内線の保安区域に入りました。朝早いのにちゃんとお店が開いてる。見習え日本の空港。中国の空港に必ずある謎のおもちゃ屋さん。一見可愛いけどずーっと同じ動きをリピートしてて不気味。下手したら24時間動いてるかも。ここ来たからじゃあ搭乗が始まりました。今回国内線はステータス全く使えません。今回のお席。
山東航空って国際線より国内線の方が機材新しいこと多いよね。それでは広州に向け出発3時間のフライトです。朝日が綺麗。広州上空、さすが大都会。広州白雲国際空港に到着。何年ぶりだろう。初めて来たのは18年くらい前、海南島に行く際に乗り継ぎしたのが最初。その後も数回乗り継ぎに来てますが、いつ来てもでかい、広い。地下鉄の駅に向かいますが、なんだか近未来風のデザイン。中国は地下鉄に乗る際、手荷物検査が必要になります。めんどくさいけど、そのうち慣れます。地下鉄はアリペイで決済して乗ります。この辺りをタップしていくと使えます。ちなみに普通の決済用 QR コードとは別です。使い方説明しようと思ったけど、今日本にいるので同じ画面が出ない。あと広州は NFC 区 K タッチも可能です。使いやすい方を使ってください。広州の QR コード読み取りって遅いよね。他地域の地下鉄より読み込み悪い。なんでちなみに地図アプリにホテルをセットしておけば、何号線の地下鉄に乗ってどこで乗り換えて降りたら何番出口に出てと詳しくナビしてくれるの。絶対に迷いません。ホテルの最寄り駅に到着。 QR コードの読み取り、やっぱり遅い。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録に高評価とコメント、そしてハイプは必ずお願いいたします。夜の中で君のこと思い出す。次回広東省広州満喫編。心は痛み出して観光スポットや絶品グルメも。それでは次の動画でお会いしましょう。気持ちどうにもならない君へ